ちょうど中のチーズがそうですね。とろけるような。あ、こんな感じです。ポロッと。今まで食べたことない美味しいビーフジャーキーを作ろうっていうのがきっかけで作り始めました。ドイツ語の直訳の通りハウスメッツガーで家庭内の肉屋さんっていう意味で、よし。チーズクナッカーっていうソーセージなんですけど、それを今から作って、これから。これが氷です。
れ羊の幼鳥腸なんですけども、これに詰めていきます。これ空気入れますけど、うんうん。こんな感じ。なるほど。胴ひねりの機械がついてる機械が多いんですけど、あえてずっとうちでは指でひねりながら、状態を確認しながらひねっていきます。テンションギリギリのところで詰めてるんですけども、どうしても天然の腸なんで、ピンホールって言ってちょっと穴が開いてるところがあるんですよ、そこからやっぱり圧力が逃げてこういうふうになってしまう場合があって。ジャッキをあんだけちょっとずつ隙間を空けるわけですね。そうです。なるべく等間隔で持ってくれるようにと。じゃあ火入れします。どうしても端の方が風が強いんで、先に端をやって。で真ん中ですね。オッケー、いいよ、シャワー。これ今シャワーしてる。このまま熱かけていくとどんどんしぼんでいってしまうので、必ずシャワーをするっていうのが大事ですね。どうぞ。いいですか。うん。いただきます。どうぞどうぞ。うわ、そう中のチーズとかそうですね。とろけるような感じですね。ちょうどいいと思いますね。これが出来上がったわけですね。
りがとうございました。肉汁がすごいですね。あ、すごいですね。レバーケーゼっていう豚のレバーが少し味付けに入った焼きソーセージです。あ、切り落としかな。すごく丸くなるんですね。あ、そうなんですよ。ぷっくりするんですよ。すいません。うまいですね。ちょっとレバー入ってるんですか？レバーが 10% だけ入ってるんですけど、マジュランっていう緑のハーブなんですけど、これが臭みを抑えてくれるというか。豚ちゃん1個出してください。まさに毎回12これを入れて、これはもも、ロース、あとは肩バラ、一部位だけだと味が偏っちゃうので、そっかそっか。いろんなとこ入れて美味しく作る。いろんなとこが。でこの肉一つ一つに塩をまぶしながら混ぜて。で、こんな感じで。なるほど、これ真空パックにして。はい。これを何日か。
これでも出すのはもちろんですけどね。これ今日かけたばっかりのやつで朝かけたやつ。で2日目がこれですね。ちょっとこう色が違ってくるんですよ。こんな感じですね。こうして走って、こんな感じで、ポロッと繊維の一本一本までこうほぐれるような。牛の佃煮みたいなちょっとほぐれた感じの食感っていうのは日本人好きじゃないかな、それに近い食感で作ろうかなっていう思ったのも一つですね。どんどん注文受けちゃうっていいくらいになってます。じゃあこれで入ります。
どうぞ。あ、いただきます。うまっ。はい。で1日ちょっと冷蔵庫で1回一晩冷やします。ビーフジャーキー用のお肉やね。みたいな感じの肉です。このままステーキになるすき焼きだったり焼肉にできるやつですね。さっき切ったやつこれですね。ランクでいうとどれぐらいのランク4番から5番。 ?4 番。英語とか A4 っていうのは。あ、そうです。はい、そうですね。それこそここはかっこいい場所ですよね。5日間つけ込んでスモークをかけます。店舗の外回りは10万インターホンで時刻。じゃあ乗せていきます。
そのドイツの小売店の店主が自分のスモークハウスから出てくる煙が届く範囲のお客さんに配れるぐらいの品物を作っていきなよ、煙の届く範囲の人たちに今まで食べたことない美味しいビーフジャーキーを作ろうっていうのがきっかけで作り始めました。ありがとうございます。通常一晩冷やすんですけど、食べてみますか？ありがとうございます。スモークの香りがね、いただきます。結構立っちゃってるかもしれないです。美味しいです。ありがとうございます。でも美味しい。一晩冷やして召し上がると、今度体温で体の体温でどんどんこう香りと味が引き立ってくるような、そんなジャーキーに変わるんですね。はい。本来肉の味を味わってもらえるぐらいの乾燥で、かなりしっとりさはあると思います。あと厚みもかなり厚く仕込んでありますので、その肉の食感っていうのはかなり感じてもらえるかなと思います。形づく内ももっていうところで落ち着いたのはここ14、15年前ぐらいからですね。今あるの。彼らの場合はね、やっぱり現金があればその何倍借金できるか。一番最初は何の準備からなんですか？メンチとハンバーグと、あとキャベツコロッケ。何年肉屋さんの仕事してらっしゃるんですか？何年だろう。私もいろいろ出入りしてたから。建築とかいろいろやってた。ああ、そうなんですね。
就是一个プレチライがあります。レバーフライ。はい。唐揚げをかけと、パチッと、これを使ってフライにしたものがハムカツとして売られているので、こちらに、
さん娘さんに。ハムカツは結構人気商品だったんです人気商品ですね。一番のやっぱ。どうぞよろしく。あ、いいですかね。はい、もちろんです。ソーセージカツなんですかね、じゃあ。その通りです。あはーい。名前は馴染みがある名前をつけてハムカツっていう風にしてるんですけど。こちらキャベツメンチで。はい、山下さん。これで OK です。
てよかったな。足元すみません。転ぶなの、これの前で持ってたんだよね。持ってたんだよね。実があったから。戻って俺初めてがあんな2本セットなんだけど。 ML300 でしょ。フックはですね、ラップはあ、そうなんで、僕いつも350の方。そうですよね。お待たせいたしました。開店させていただきます。
今日はどういう内容を今日は鳥を各自で1羽僕らのサポートなしにできるまでが目標なんですけども、骨は傷つけていいんだけど肉は傷つけない。覚えてる順番でいいから。一回ここを外して裏返して筋肉がもりっと盛り上がったところの線でこうやってやるときれいに取れるから。こうしてこうデビルマン。思い出した。はい。よし。片側だけじゃなくて両方取るんだよ。両方歯入れちゃう。すごく楽しいし面白い仕事であるんで、それをどう伝えていけばいいかなっていうのが僕の今課題になってますね。どういうふうに歯を入れちゃったのかな。スッて入っていかなかったのが、今回初めてスッて入って、よしと思いました。ね、今日調子良かったです。今日調子良かった。大工さん今日調子良かったです。ですか。はい。逆に勉強させてもらうところもあるんですね。じゃあこれで終わりに。はい、ありがとうございました。地道な仕事なんですけども、皇族をどんどん育てて、もしくは育ててもらいたいなっていう気持ちでやりたいなと思ってます。